こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、向いている生き方の見つけ方というお話をしたいと思います。なんか自己啓発本みたいなタイトルですね。でも安心してください。今日もいつものガストから生まれた話です。今日もガストで仕事をしていたんです。悪いんですけど、聞こうと思って聞いてるわけじゃないんですよ。でも、聞こえてくるじゃないですか。子供の教育の話をされていました。勉強はね、資格はね、そんな話をずっとされていたんです。それを聞いていて、僕、ふと思ったんですよ。あれ？もしかして自分もそういうわかりやすい目標を追いかけた方が向いてたのかなって。でも、その数秒後、すぐに思い直しました。いや、違う。全然違う。僕の人生がそれを証明していました。学生時代、勉強しました。資格も取りました。会社にも入りました。真面目に働きました。ウェブライターもやりました。Uber Eats もやりました。Kindle 出版もやりました。いろいろやってきました。だからこそ今があります。でも振り返ると、どれも向いていたから続いたわけじゃありません。むしろ逆でした。やってみたから、違和感を感じたから、少しずつ自分に向いていないものを知っていった。その結果として今があります。僕、最近よく思うんです。人生って向いていることを探すゲームじゃないのかもしれません。向いていないことを減らしていくゲームなんじゃないかなって会社員も経験しました。だから分かったんです。毎日決まった時間に出勤する生活は僕にはちょっと苦しかった。ウェブライターもやりました。フリーランスだから自由だと思っていました。でも実際は複数のクライアントさんに気を使って、チャットが鳴るたびにちょっと緊張して、評価を気にして、あれ？これ会社員とあまり変わらないかもしれない。そう思いました。だから辞めました。逃げたと言われるかもしれません。でも僕は違いました。逃げたというより、自分に向いていない場所から少し横にずれただけでした。その後、Kindle を書き始めました。最初は驚くほど読まれませんでした。でも不思議なんです。売れなくても書くことは苦じゃありませんでした。というより、楽しかった。気づいたらまた書いていました。最近もそうです。YouTube を毎日更新するのをやめました。今日は休もう。そう思った日に、エッセイ本が一冊完成しました。でも、それが僕なんでしょうね。僕って暇になると仕事を始めるんです。忙しいと何もしたくなくなる。だから最近は無理に忙しくするのをやめました。すると逆に仕事が楽しくなりました。向いている生き方って最初からわかるものじゃないと思うんです。やってみて、違うな。これも違うな。あ、これは苦じゃない。その繰り返しなんですよね。だから、今人生に迷っている人がいたら、無理に向いていることを探さなくてもいいと思います。その代わり、向いていないことを一つだけ減らしてみる。それだけでも人生は少し変わります。僕は会社員が向いていませんでした。毎日満員電車に乗るのも向いていませんでした。人に評価され続ける働き方も向いていませんでした。でも、その代わりに、文章を書くことは苦じゃありませんでした。YouTube で一人で喋ることも案外好きでした。本を書くことなんて、休みの日でも勝手にやっています。最近会社を作りました。会社って聞くと立派に聞こえますよね。でも実際は、社員は僕だけです。編集部も僕、営業部も僕、経理も僕、コピー機はありません。受付もありません。あるのはガストのドリンクバーくらいです。
でも最近思うんです。これ僕には向いてるなって。誰かに言われた仕事じゃない。自分で考えて、自分で作って、自分で届ける。その全部が楽しい。もちろん大変です。でも大変なのに続けられる。これって向いているってことなんだと思います。だから、向いている生き方って才能じゃないんですよね。苦じゃないこと、続けられること、気づいたらまたやっていること、多分その辺に答えがあります。今日、おばさまたちの話を聞いていて、一瞬だけもっと勉強してたら違ったかな、そう思いました。でも違いました。勉強もしました。資格も取りました。会社にも入りました。いろいろやりました。だから分かったんです。僕には今の暮らしが向いていた。僕の人生が答えでした。もし今、自分には何が向いているんだろう。そう悩んでいる人がいたら、焦らなくて大丈夫です。向いているものは探すものじゃない。歩いた後に振り返って見つかるものなのかもしれません。だから今日も、一歩だけ進めばそれで十分です。その一歩がいつか、ああ、こっちだったんだと思える日につながるかもしれません。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。